せーの。Hey everyone, it's Ellie, sending gentle prayers and touch of happiness across the world. Today, I'm here in Ojimo at Wentworth Park Sporting Complex, the beautiful home of the 2025 Sydney Matsuri Japan Festival. This festival has been running since 2006, celebrating the warm friendship between Japan and Australia. And honestly, you can really feel that connection the moment you arrive. There's so much happening today. Karate demonstrations, taiko drumming, traditional dance performances, and all those cultural moments that make you think, this is so Japan. We also got calligraphy and origami workshops. We already know I'll be trying those later. And of course, the food, taiyaki, and okonomiyaki, and so many comforting Japanese flavors. Oh, I'm already getting hungry just talking about it. So come wander with me as we explore 2025 Sydney Matsuri Japanese Festival. I'm really excited to spend time together. Let's go! Touch it, right? So you can have Oh my god! Great. You already have a bag. So you want those two? One more collection. Yeah. Alright. One more. Oh, it's orange! Ah! Thank you. Thank you!アイドルステージのご出演お疲れ様でした。ありがとうございます。プータさんとモモさんに、インタビューをさせていただきたいと思います。アイドル活動を始められたきっかけをお二人から伺いたいと思います。まずフータさんからお願いします。私がアイドル活動を始めたきっかけは、もともと日本に住んでる時にすごいアイドルが好きで、そのアイドル文化をオーストラリア来た時に K-POP に関してはすごいやっぱ人気があるんですけど、 J-POP の方がなんかそこまで、人気はあるけど K-POP ほど人気がないなって思って、でもう少しアニメ以外の日本の曲とかをもっとみんなに知ってもらいたいって思って、最初はなんかいろいろ何をしたらいいかなって考えたんですけど、もう体を張って自分がアイドルとしていろんな曲を披露していって、でみんなに少しでもいいから興味を持ってもらえたらなと思ってアイドルを始めました。すごい原動力だと思います。ありがとうございます。ではモモさんお願いします。はい、そうですね。私は去年オーストラリアに来たんですけれども、その時に私は去年シドニーに住んでおりまして、でそこで日本人女性のアイドルのマネージャーを募集している求人を見つけまして、そこでアプライをしたんですよね。でそこで、日本人アイドルの方が実際に面接に来てくださって、でそれでお話をした時に、私の志望動機として日本にいる時にアイドルやってみたかったんですけど、ちょっと自信もなくていろいろ諦めちゃってたので、だから今度は私がアイドルを支える立場として、マネージャーとして働かせてくださいっていうのをそのアイドルの方にお伝えした時に、いやももちゃんすごい可愛いからアイドルやりたいんだったら諦めないでアイドルやってみようよっていうのを去年出会ったその日本人アイドルの方に言っていただいて、でその方が私のプロデュースをするからアイドルになろうって言っていただいて、そこからアイドルになることが決まりまして、なので去年はそれで4人グループでニューウィンドというグループを組んでおりまして、で今みんなちょっと日本に帰っちゃったので、今は私はソロで2児のモモとして活動しているという形になります。じゃあようやくなんか目標としていたところにたどり着いた感じなんですね。拝見しましたけどすごかったですよ、皆さん盛り上がり方が。ありがとうございます。びっくりしましたよ。みんな頭振ってランニングして楽しかったです。はい、ありがとうございます。プータさんから、ステージに立っていらっしゃる時、ファンの皆さんとつながれたなと感じる瞬間はどんな時ですか？
ファンの皆さんとつながれたなと思うところは、例えば自分が初めて披露する曲とかで、初めて、この人いつもアイドルライブに来てないなっていう人、こういう今日みたいな祭りフェスティバルっていうアイドルが好きじゃない人でも来れるような現場で、私が曲を披露した時に一緒に乗ってくれたりとかで、最初手挙げれなかったけどだんだん手挙げてくれたりとかをしてくれた時に、やっててよかったって思うし、みんなやっぱ音楽は別にこっちは日本語の歌を歌ってるので、もしかしたら日本語の意味を理解はできてないかもしれないけど、それでも音楽として乗れる、やっぱ音楽に言語は関係ないなって思ったし、その時が私はすごい幸せを感じるというか、もうお客さんと一緒につながれたなっていうふうに思いますね。いやもう本当その通りだと思います。なんかお客さんやっぱり日本語わからない方多いと思うんですけど、でも風太さんの発信力のおかげで日本語ちょっとずつ覚えていってる方多いと思うんですよね。今日拝見しててすごく思ったんですけど、やっぱそういう気づきもありますか？そうですね、なんかやっぱり同じ言葉を繰り返してたりとか、やっぱり日本語の曲なんで日本語の題名を言ってたりとかするので、そうするとだんだんファンのみんながその日本語を覚えてくれるっていうのもなんか面白いなって私は思いますね。では次ももさんに質問なんですが、この活動を続けてこられて、このお仕事をしていてよかったなって感じた出来事だとありますか？はい、あります。そうですね。ライブとかは今まで出たことがなかったんですが、今回こういう感じで出させていただいて、やっぱりファンの方の笑顔がやっぱり一番近くでこう感じれるんですよね。それですごく楽しそうにしてる姿とかを見て、私が元気を与えたいものもあるんですけど、私が逆に元気をもらう時とかもたくさんあって、だからそういうところもすごく嬉しい点だなと思いますし、あと私の名前がももなんですけど、日本の桃でピーチですね。ピーチでこのファンの方が認識してくださってて、だからそれでなんかたまにファンの方からそのモンスターのピーチ味の飲み物を差し入れていただいたりとか、あとなんか桃味のグミとか、なんかファンの方からこの私の名前に関するグッズとかをいただいたりとかしたことも嬉しかったんですけど、あともう一個嬉しいのがあって、私絵を結構描くんですけど、そうなんですよ、専門学校をデザインの専門学校に行ってまして、そうなんです。なんでそれでオリジナル T シャツを作らせていただいたんですけど、その T シャツとかを実際にライブの時に着てくれ、そうなんですよ。それでこう私の前でこうやって振ってくれてたりとかすると、私の T シャツ着てくれてるっていうのがもうすごい嬉しいですね。感動ですね。そうなんです。何人か来てくださってて。そうだったんです。そうなんです。ちなみにそのデザインはどんなデザインなんですか？そうですね。モノクロなんですけど、で私の顔をちょっとモノクロで編集した感じで、私レインボーが好きなので、このモノクロの白い部分にこっからここまででこう虹がこうかかってるようなこう顔メインのなんかデザインになります。なんでちょっと私のなんかでもそのオタクっぽい感じのデザインじゃなくて、普段使いもできるような感じでおしゃれな感じのデザインを心がけて作りました。そうね、すごいです。多分今日私たち撮影したのと結構見てたので、なんかもしかしたら映像の中に残ってるかもしれない。では次ですね、日常の中でこれをすると心が整うと感じるご自身の習慣があればぜひ教えてください。私はいつもやっぱり音楽ですね。で本当に心がざわざわしたりとかムカムカした時に関しては、私結構オーケストラ系のミュージックを聴くことがあるんです。でそういう曲を聴いて一旦落ち着いてとか、あと緊張してる時はそれこそ本当に私が大好きなアーティストの方の曲を聴いたりとかをして、その好きなアーティストっていうのがアイナ・ジ・エンドっていう方なんですけど、そのアイナ・ジ・エンドさんが歌う曲が結構励ましてくれる、大丈夫だよっていうメッセージ性が強くて、でそのメッセージを聞いて大丈夫大丈夫って自分にも聞かせられるところはあるので、それですね。私はやっぱりずっとこれまでの人生の中でもいろんな緊張する場面はいっぱいあったし、ストレスがあった部分ももちろんあったんですけど、その時もずっと音楽聴いてて、やっぱり私の人生は音楽に救われることが多いので、何かあったら一旦音楽を聴くっていう風にしてます。わかります。私も結構心を整わせたい時、なんかちょっと不満になったりとか、ちょっとなんかそわそわするような時はいつも音楽聴くんですけど、音楽の力はすごいですよね。多いですね。やっぱりさっきも言ってたみたいに言語は関係ないので、どんな曲でもいいし、この音楽が心が落ち着くなだったら本当に英語であれ韓国語であれ日本語であれ何でもいいと思いますし、
ももさんはいかがですか？何か日々されてる行動とかありますか？はい、そうですね。私あんまりこのメンタルがすごい強い方ではなくって。なんですか？そうなんです。そうなんです。結構繊細な部分があるというか、傷つきやすいところがあって、でもその時はもちろん音楽も聴いて癒される点もあるんですけど、やっぱどうしてこういう感情になったんだろうっていう、自分を見つめ直す時間として、いろいろ調べ物とかをして、例えばなんかすごいネガティブになった時は、なんでネガティブになったんだろう。じゃあそのネガティブを改善するためにはどうしたらいいんだろうっていうのを調べて、私多分今はそういう天候とかでそういう変わっちゃってるんだなとか、あとなんか相手が言ったことに対して強く言われたとしても、私のことを否定してるんじゃなくて、その人の思ったことをただ言ってるだけだからとかいう自分の認識の違いみたいなのをちゃんと客観視をして見るようにすることで、自分ありのままをちゃんと見ることを意識するようにしてますね。だから考え方をちょっとネットとかでもいろんな方の考えとかが、ツイッターとかインスタとかいろいろなところで回ってるので、そういうのを少し参考にさせていただいて、私の中でちょっと不安定になった時はちょっと新しい考え方を取り入れてっていうので、ノートとかもちょっと作ってます。こういう悩みがあった時はこういう風に解決しようみたいなのを同じ悩みを繰り返すのがなんか何回もやっぱ同じ悩みって繰り返しちゃうんですよね。なんか誰からどう見られてるとか自己肯定感とかそういう問題って毎回来るので、だから振り返りのためにもちょっとノートを作ってちょっとまとめてて、なんでまたしんどくなったらそれを見返して、そうだこういう風に考えればいいんだっていうのをちょっとやってます。すごいですね。なんか自己啓発の中でのトップレベルの行動もされていて、なんかやっぱり根本的な解決をしていく、なんかそういう方法をどんどんやっていく。ただなんで私こうなんだろうとか、なんか誰か話聞いてっていうよりは自分でなんか方法を考えて、で解決しようっていうその努力も素晴らしいですし、そのノート私も実践してみようかなと思いました今。対してまた私に勇気づけられるというか、そうだ、しかもこの時はこうやって辛かったよなっていうのを、なんかその時はもう辛いってなっちゃうんですけど、でも今はもう冷静にこういう時って辛かったよね、でもそういう自分も今の私ですし、ちゃんと受け入れることが大事なんだなっていうのを日々学んでいく中でちゃんと自己愛ができるようになっているというか、よかったです。いやすごい学ぶことがたくさんです。もうすでに最後の質問です。これから挑戦してみたいこととか目標としていることはありますか？はい、私はやっぱりさっきにも話したように日本のアイドルとか J-POP をやっぱり広めたいので、最終的な目標としてはみんなに曲を知ってもらって、日本に住んでる日本のアーティストの人が海外で活躍しやすいような環境を作りたいとは思いますね。で、大きな夢ではあるんですけど、いつかそういう日本人の J-POP アーティストの方のフェスとかができたら一番いいのかなとは思ってます。もしできたらオーストラリアとか、オーストラリアだけに限らずいろんな国でできたらいいなとは思いますね。はい。いやそれが実現したら最高ですね。その推しのアーティストの方もすごい喜ぶと思います。そうですね。やっぱり日本だけではなく、やっとコロナも明けてみんな好きなことできるようになってきたんで、やっぱ海外にも羽を広げてほしいって思いますね、私は。はい。いやもう愛情が深いですね。いつか叶うことを私も望んでます。はい、じゃあももさんお願いします。はい、そうですね。私の目標は、オーストラリアの最大級のアイドルイベントのスマッシュっていうイベントがあるんですけど、今回のやつは私がちょっと参加できなかったので、来年に7月にその大きなイベントがあるので、そちらにも参加したいなという、オーストラリアの大きな私の中の目標と、あと私アイドルになったのがオーストラリアが初めてなので、日本のファンの方っていうのが、実は前のプロデューサーのファンの方が私を知ってくださって、日本のファンの方もいくつか何人かいらっしゃいまして、そうなんですよ。でその方は一度も会ったことはないんですけど、でも私のチェキをなんかオンラインで買ってくださったりとか、メッセージもツイッターとかインスタとかでメッセージしてくださったりとかして、もう会ったこともないのに応援してくださってる日本のファンの方が何人かいらっしゃるんですよ。そうなんです。なのでその方たちにやっぱり実際にお会いしてありがとうございましたっていうまではやっぱり私も諦めちゃいけないなと思うので、オーストラリアだけにとどまらず日本でも積極的に活動を続けていって、実際にファンの方たちに感謝の気持ちを直接お伝えしたいなと思ってます。
わ、すごいですね。いや、そんなことされたら日本からずっと追っかけてきた人たちが泣いちゃう。楽しみですね。それがいつか実現できたら。ね。そう、日本でも頑張りたいなと思ってます。いや、確かに応援してます。これが最後の質問になります。ご自身の活動を通してどんな日本の魅力を世界に届けたいと考えていらっしゃいますか？先ほどもお伝えしたんですけど、やっぱり J-POP の楽しさを知ってもらいたいですね、いろんな方に。やっぱり J-POP にもいろんな音楽がありますし、アニソンだけじゃなくて、最近だったら花とか海外の方にもちょっと目を向けたグループ XG さんだったりとかがあるので、やっぱ海外の方にやっぱいろんな J-POP の音楽を知っていただきたいです。はい、ありがとうございます。じゃあ、ももさんお願いします。はい、そうですね。韓国アイドルとかももちろん人気があって、なんかでも日本は日本の魅力がしっかりあると思うんですよね。日本って結構キュートだったりとか愛らしいみたいな、こうなんか尊いとかそういう表現もあるぐらいですし、だからこうその可愛さとかももちろん日本特有の文化を世界中に広げたいなっていうのもあるんですけど、あと私的には結構こうさっきもちょっと話した通り考えたりとか繊細なところがあるので、オリジナルソングも今回作ったんですけど、その歌も結構みんなに勇気を届ける曲というか、こう一人じゃないよ、大丈夫、私がいるよっていう歌詞とかも入れたりとかしてて、だからこう日本って結構表現がいろいろあると思うんですよね。日本ならではの表現とか英語にない表現が、だからそういうのを通してこう日本のファンの方だったり海外のファンの方だったり、こう辛くなった時にこう私とかそういうアイドルを見て元気をもらう、また仕事とかでなんか上司に怒られたりとかもあるけど、こう頑張って人生をこれからも生きていこうっていう、そうファンの方の辛くなった時の支えとかそういう存在になれるのがなんか一番の目標にもなってるので、こう日本人の私にしかできないこととかをじゃんじゃんやって、こうファンの方をもっともっと幸せにしていきたいなと思います。お二方にしかできないことってたくさんあると思いますので応援してます。お疲れ様でした。お時間ありがとうございます。お名前をお願いします。はい、私ゆきすけと名乗っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。モデルさんとパフォーマーさんとして活動をされてるって伺っているんですが、こちらはどれぐらい前からされてるんですか？着物自体を着始めたのが2年ほど前なんですね。はい。で、着物がもう大好きになって、でそれで着物を着始めたら1年後にはもういつの間にか芸妓やってみたいっていうところに来て、そこからいろいろもう自分で揃えて、いろんなところ中古でね探して回って揃ったらもうやれるぞって感じで、去年のビビットで勝手に日本のお祭りでもないのに勝手にビビットで出たんですよ。でその時に練り歩いたらみんなの反応がどうなんだろうと思って、怖いようなでも見てみたいようなで、またここがチャレンジなんですけど、行ったんですオペラハウスの方に。そうしたらもう皆さん大スター扱いでここに芸者がなんでみたいな感じで、遠く離れも何百メートル先からもみんな指さして芸者がみたいね、今日みたいにみんな来て一緒に写真撮りたいとか、芸者と舞妓の違いをなんか聞かれたりとか、着物はどういう風に着るんだとか、これはカツラなのか地毛なのかとか、普段日本で聞けないプロの方たちにですね、聞けないことを私が説明して、あと一緒に写真撮ってあげてでやれたんで、これはすごくいいことなんだなってみんなをすごい喜んでもらえるんだと思ったら、じゃあもうせっかく揃えたからこれから何があるにつれやっていこうと思ってやって、でそうしたら日本で今年千葉の成田山で成田祇園祭があったんですが、そちらに呼んでいただいてですね、私海外にいてまだ始めたばかりで舞もできないのにいいんですかって、こんな歴史のあるあれで私が出てもいいんですかって言ったら、もういいからって言って
押してくださって、それで出させていただいたら、もうやっぱり皆さんすっごい喜んでくださって、運営の方たちも喜んでくださって、表参道の方たちも喜んでくださって、もう真夏だったんですね、7月で。もう熱中症にならないようにって言って、皆さん、私結構両手が塞がるんで、水を買って持ってきてこう口に含ませてくれたりですね、皆さん汗まで拭いてくださって、もうそれがすごい嬉しかったです。なんてみんなさ温かいんだろうって、もうそれが嬉しくって、そうするとまた来年もおいでねって言われたら、もう今度はもうちょっと磨きかけて一つぐらいをちゃんとまともに舞ができるように修行してきますって言ってやったんです。全部 YouTube なんですね、私。そうなんです。着付けもメイクも全部、これもすべてできる、はい、そうです。メイクも、いや髪はウィッグなんですけど、カツラで、だけどメイクも着付けも全部一人でやるんで、3時間から3時間半ぐらいかかります、毎回。はい。もう来た時にはもうぐったりになりそうなぐらいだけど、でももうやっぱり気合が入りますよね。やっぱりとにかく皆さんが喜んでくれる。あとやっぱり日本の文化どうだ、すごいだろうっていうところを見せたい。あとアジア人でいるとですね、一緒ったくりなんですよ、普通の洋服だと。着物を着て初めて日本人だというアイデンティティが出てきて、皆さんが日本に行ったよ、すごいね日本はとかって声がかかるっていうことを知ったから、やっぱりこれはやる意味があるんだと思って、皆さん日本の文化すごいねって言って眺めてくださる。それだけでもすごい意味があるんだなと思って、もうこれからも頑張っていこうと思ってますのではい。じゃあ2年前のゆきすけさんには想像もつかないような今お姿なんです。そうですね。はい。もう今芸妓のこの衣装っていうか3着とか下駄もいくつか持ってて、もうそれにすっかりハマって、もうこれで一生懸命自宅で修行しながら皆さんに少しでも喜んでもらえたらなと。あともう海外の方とから日本すごいなってやっぱり思ってもらえるようにやりたいなと思ってるので、日本の芸妓の皆さんに恥をかかせないように一生懸命頑張りたいと思ってますので、応援よろしくお願いしますこれからの何か一つ抱負といいますか、私個人的に思ったのは、今後ご活躍をされていくうちにどんどん夢や希望が広がっていったり、周りの人たちに夢を与えられるような存在になっていくと思うんですね。何かパッて思いつくものありますか？やっぱり私もうちょっと若くからこんなの始められてたらよかったなって思うところはあるので、少しでも着物に興味持ってもらう人が出てくれると嬉しいですし、私みたいにこんな格好したいって思う人が他にいるかわかんないですけど、自分もやれるようになっていきたいと思って、一緒にこう賛同してくれる若い子とかが出てきたら、もう喜んで私サポートして着付けをしてあげたりとかして、自分が見せる側じゃなくて裏方に回れるようなことにも将来はなったらいいなと思ってますけど、一応芸者は99歳でも大丈夫って言われてるんで、だから舞妓さんと違ってですね、芸者は長いらしいんですよ。だからまだまだ残って数十年あるのかなっていう感じで頑張りたいと思ってますね。はい。確かに私もやっぱり10代ぐらいの時と比べたら、あの時にあれやっておけばよかったなっていうセリフが増えてきたんです。でもやっぱりこの姿を見て私すごく勇気づけられましたし、モチベーションにもつながったので、ぜひこのまま活躍していただいて、いろんな人たちを魅了していただけたら嬉しいと思ってます。はい、ありがとうございます。実は皆さんびっくり、これがはい、はい、できます